キャノピーがね若干こう荒れてる感じがしたんで、表と裏からちょっと磨いてみます。多分コンパウンドかけるだけでもだいぶ違うと思うんですけどね、今3000番のっていうか3000番相当ですね、3000番相当の、バフですね。これで一回鳴らしちゃいます。あんまり粗いのでねやっちゃうとまた傷を取るのが大変なんで、これで今6000番で磨いたとこで、前後方向の凹凸はほぼほぼ消えました。で今度8000番ですね。でこれは今の6000番の傷を消していくという作業です。まずこれ粗めコンパウンドですね。これも磨いていってこの映り込みで判断していくしかないと思いますよ。じゃあ次は細めですね。細め、ただただ磨くだけの動画ですね。で磨く時に一方向だけではダメだと思うんですよ。ここまでの状況を見てるとね分かると思うんですけど、結構縦横斜めぐるぐるっとやってます。どうしてもねこの前後方向が磨きやすいんで、そこに何て言うんだろう、落ち着きたくなっちゃうんですけどね。もともとがその方向の線っていうか歪みが入ってる状態なので、前後方向だけに動かしていても消えにくいんですよ。当然コンパウンドをかけること自体も結局は傷を入れているわけですから、細かい傷で前の大きい傷を消しているだけなんで、結局その前後方向の傷が残っちゃうわけですよね。なのでできれば他の方向、前後左右上下斜めぐるぐるとした方がいいと思います。車のプラモでもね、ウィンドウなんかの歪みを取りたいがためにそのウィンドウの桂馬をやる人は やるみたいですけどね。僕は車の模型でそこまではやらないです。飛行機の場合はどうしても縮尺が小さくなっちゃうんで、歪みや傷が目立っちゃうんですよね。なので飛行機の模型はこのキャノピーってのは磨いてやった方がいいと思います。ただ今回やっちゃったんですけどね、裏まではやらなくてもいいと思いますよ。キャノピーを開けるんであればあんま気にしないんですよ。僕も今回はキャノピーを閉めるから、閉めるイコールどうしてもキャノピーの向こう側が気になっちゃう、覗いちゃう。そうするとキャノピーの傷というか歪みが気になってきてしまう。そういうわけで磨いてます。次にセラミックコンパウンドですね。長谷川のセラコン。もうね磨くだけなんで注意点とかないんですよね。もう綺麗になるまで磨くの一言ですね。あとは磨いてる時にね、磨いたとこ指で触んない方がいいですよ。指紋ってのはヤスリと同じみたいなんで持ってきちゃいます。個人差はあると思うんですが、何でも3000番相当らしいです。
もし3000番のヤスリなくなったら使ってみてください。まずね、裏からスモークを吹きます。スモークグレーかな。よし、こんなもんしよう。で、あとはこうやってマスキングをしてフレームの部分ですね、塗装します。やっぱね、モールドのところがちょっと薄くなっちゃいますね。塗料が逃げちゃって汚ねえな塗り方。まあいいや。で、キャノピーのマスキングなんですけど、今これ持ち手つけるために中に、ひっつき虫ですね。内側もね、マスキングしとかないと塗料が回っちゃうんで。で、細切りのテープですごい細いですよ。1ミリぐらいかな。で、これを貼っていくだけなんですけど、めっちゃいやらしい曲がり方してんですよね。ここでへの字になってると、テープが細いんでかなり追従はしてくれるんですけどね。なるべくそのシワを分散させてやって、でこの曲がってるところで多分曲げることは可能だと思います。一旦反対側への折り目をつけて、こう持っていってやると、どこだ、ここだ。もうちょい、これが反対方向。これはちょっと難しいかな。圧をかけなければ多分漏れないと思うんですけどね。これも曲がってるんで。これ一旦この周りの部分ですね、とりあえず際の部分をぐるりとやっていきます。あとはさっきみたいなこう曲がるところで一旦切るっていうのもありだと思いますね。キャノピーに傷つけないように切んなきゃいけないので、ちょうど今この先端の部分がちょっとまた曲がってるんですよ。もう折り目をつけたんでテープに、そこで切りたいんですけど、枠のモールド毛書きですね、もともとの塗り分けのライン、そこにナイフが入る分には全く問題ないので、このテープ同士が合わさるところがち
ちゃんと連続してないとかっこ悪い。これも変な風に曲がってってる。さすがにここは結構カクンと曲がってるんで、曲げることはできない。曲げれなくないけど、多分シワが結構入っちゃいます。切っちゃいましょう。ここはR のついた細切りテープを作ります。こういうテープを作っちゃって、これでまた多少がっちり合うわけがないんでね、こう調整しながらやってやればいいでしょう。するとシワが少なくなりますから。でまた今のと同じのをこうやって作ってやって、貼ってやると、このテープの重ねしろもしっかり押さえときましょうね。こういうところですね。塗料が漏れてくのはシワとかテープの重なってるところとか、でこれで境界の部分はマスクが終わったんで、あとはこの内側をもうちょっと太いテープで攻めていきます。こんな感じで、内側にもう一枚ちょっと広めの、どうだろう、7ミリぐらい幅かな。でこれ全部バラバラです。角を三角にしてコーナーのところでまとめてあるような感じですね。で全てのテープがちゃんと重なっていないとそこから塗料が埋まっちゃうので、そういうとこも注意して貼ってってあります。もしかしたら失敗してるかも。でここにマスキングゾールを、だからマスキングゾール、たださっきの細いテープにうまく塗っていくとはなかなか難しいと思うんですよ。もう一段もう一枚こう広いテープでカバーをしてやって、その内側にマスキングゾールを塗ると。だからこの内側は別にテープでもいいと思うんですよね。でこれで乾いたら色を塗っていきます。で透け防止のためにですね、塗るのが黒サフです。黒サフ、黒ではない、内側黒なんでね、どっちみち黒にならなきゃいけないですけど、黒サフであれば両方の役目兼ねることができるんで、今黒サフを塗ってから非対色の方を塗ります。
もし漏れてたら、例えばシンナーつけたような爪楊枝でコリ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 と落としてやるとか、そんな極端に漏れてることはないと思いますから。あまりゴーッと漏れてたらば問題ですよね。もう一回塗り直しでしょうね。こんなもんですかね。一応この上に乗るキャノピーの枠上に乗る、キャノピーの枠ですね、ライトグレーなんで、一応グレーサフ塗るついでだったんで塗っときました。今その指定色の306番ですね。この機体に関してはこの306番が306番でこのカラーがねやたら艶消しなんですよ。未だにちょっとどうしようか悩んでることなんですけど、クレオスの306番は半光沢なんで艶消し剤を混ぜました。なのでちょっと出が悪くなっちゃってます。マスキングを剥がすときはね、爪楊枝を使った方がいいですよ。ピンセットだけだとキャノピーに傷がついちゃうんで、一箇所起こしてやれば剥がせますので、裏側からエアブラシで塗ったんで、スモークグレーですね。他にも塗ってますけど、でちょっと裏側が山やっとなっちゃったんで、AK の、これはガラスコートですね。多分ねこれ昔なんかのあれでワックスがいいとかなんとかって時期なかったですかね。あの系統だと思うんですよね。フロアのワックスの匂いがするんですよ。わかんないですけどね。でちょっとこれ置いとけばガラスのようになるということはね、ちょっと置いといてみます。このエアブラシのざらつきが消えればいいのかなと。で多分筆はね水で洗えるんで、乾く前であれば水溶性ですね完全に。で今ちょっと白っぽいんですけど、乾くと完全に透明になるってことなんで、ちょっと置いといてみましょう。例のガウジのAK のグラスコート、裏側にさっき塗ってみたんですけど、結構やっぱり裏側のエアブラシのブツブツが消えましたね。で裏側のツヤ感こうなりました。かなりさっき流浄感があったんですけれども、こんなもんなのかなと。この液晶画面こんな感じなんで、透明度出ましたね。ちなみにこんな感じですかね。
こんな感じ。で今更なんですけど、このコックピットのパーツね、結構削り合わせないと風防がちゃんと収まってくれなかったです。削り合わせっていうか、コックピットのパーツというよりもシートとパイロット、若干コックピットの下も削りました。シートと、あとはパイロットのせかさですかね。ややこの風防が当たっちゃってダメだったんで、そういう削り合わせは最初の頃やったんですけど、じゃあとりあえずキャノピーに関してはここまでですね。じゃあ次回は、足回りとかいきますかね。足回りの足回り細工ってほどじゃないですけどね。そうですね。まだギアベイ収納庫の中は色塗らないですけど、足回りランディングギアの類、ちっちゃなパーツなんですけど、それら塗装など、あとウェザリングまでいけるかな、やります。それではまた。